そうですね。来たよ、お兄ちゃん。我らが主に代わり聞き上がれ。甲斐信濃の勇者たちよ。甲斐を治めし武田が元の一騎当選侍魂。打ち手し山ん長尾影虎。今こそ武田が名を日の本中に広めやがるですぞ。すごいですね。静まれ。それでは説より陣立てを発表する。先手山形正景と赤備え衆、その力をもって越後の陣を切り裂け。了解だぜ。後備え内藤正秀、兵の口を賄え。飢えさせることまかりならん。全力を尽くします。右翼一門衆筆頭武田天久信繁、機を見て敏に動け。任せやがれです。左翼高坂男女正信、こたびは本陣警護ではなく戦場にてその地位を存分に振るえ。御意の野良。中備え本陣不詳ながら摂馬場美濃守信房が承った。親方様、薫様、ご存分にお使いくださいませ。よろしくね、春日。これにて陣立ては済んだ。先手大将。ああ、世に天に武田の雄を打ち立てい。野郎ども、旗立てろー。武田が指し物風林火山、あたいら赤備えが川中島に風化を起こす。野郎ども、あたいについてくるんだぜ。親方様。御旗立てなしもご承覧あれ。長尾の手より健介を守り、駿府から鬼を追い払う。それを武田の宿願とする。先手山形出陣せい。
相変わらず遠いっすね、川中島。武田はうちより遠いんだから文句言わないの。宇佐美の代わりに城に残ってもよかったのよ。留守番は勘弁っす。西女山までもうすぐ。それでも行軍速度は歩きでも向こうの方が速いんですから。やはり越後ももっと街道を整備するべきでしょうね。よそはよそ、うちはうち。そういうのは身内の平定が終わってからよ。グダグダじゃな。日の本中をグダグダにしてる人に言われたくないわ。先の戦は世のせいではないわ。世も迷惑しておる。親の因果が子に報い。100年も前のことなど知ったことか。足利の家祖源義康様よりは随分と近いように思いますが。うるさいの。もっと前の先祖のことなどなお知らんわ。先祖代々の血縁を売り物にする将軍家の言ってよいセリフではございませんな。はいはい。とはいえそろそろ向こうも出立してる頃かしらね。軒猿の報告だとそんな感じっすね。本体はいつもみたいに若見古城に揃えてるみたいっす。思ったより反応が早かったですね。兵糧を余分に使わずに済みますから助かりますが、ここまで対応が早いのは少々気味が悪いです。海津のババアのせい。噂に聞く真田の一徳斎殿ですか。ええ、あの一族はほんとやらしい奴らが揃ってるのよね。ムカつく。海津城を囲む時間くらいあるかって思ったけどそれもなさそうだし。今城攻めに入ったら調子出てきた頃に武田の本体に後ろから叩かれそうっすね。でどうするっす？どうしましょう。なぜ世に振る？初めは乗り気だったのにこの間から不機嫌そうなんだもの。心変わりでもした？実はな。なんかあったんすか？ひよところに怒られた。貴様のせいだぞ、虎猫め。だって東大の公方なのにあの二人に怒られたって。現役の公方様を怒るだなんて。アキコもよく怒る。公方様に怒ったことなんてないです。で公方様は何したんすか？つまみ食いでもしたっすか？つい先日コナミから連絡があってな。主様からの連絡だったのだろう。こちらに何度も呼びかけておった。無視する約束だったでしょ。こっちもあの袋全部箱に入れて荷田隊に持たせてるわよ。分かっておる。世も知らぬふりをしていたが、それを火をところにうっかり伝えたらものすごく怒られてしもうた。健介隊の全員からもあの袋うまいこと言って取り上げたものね。策があると言うてな。じゃがそれも返せと言われた。返してよいか？ダメに決まってるでしょ。あんなもの使われたらこっちの策なんて筒抜けじゃない。飛び加藤や健介どころの騒ぎじゃないわよ。それで不機嫌なんすか？不機嫌ではない。落ち込んでおるだけだ。それで落ち込んでるんすか？いつもと同じ。偉そう。偉そうではなく偉いのだ。ただの字ですのでお気遣いなく。納得。しかし筒抜けといえば向こうは兵をどの程度用意するつもりでしょうかな。15000ぐらいかしらね。してその根拠は？光は私の癖を知ってるからいつもの流れからすればこっちが8000なのも分かってるでしょ。見抜いた割には少ないの。バイオランではないか。向こうの15000はまともに捉えていい15000じゃないから。東大最強と言われる武田軍団ゆえにですか。最強は越後っす。まあそんなとこね。こっちも式でうまく翻弄してやるけど。劣勢の割には随分と楽しそうじゃな。当然じゃない。8000と15000の戦いとか燃えるでしょ。
酔狂な。あら、人のこと言えるの、公方様。うん、そう考えると何やら楽しくなってきたの。と、何やら物騒な話をやっておりますが、この戦いの意図をお忘れなきように、公方様。忘れてはおらん。主様に折檻を。違うでしょうが。冗談じゃ。冗談と言って心の中では本気と書いておるのでしょう。世の心の中まで読めるようになったなら、これからはもっと良い働きができるの。結構なことじゃ。何か嫌なことでもあったか？相談に乗るぞ。悩ませている相手に思いの丈を打ち明けるのはただのお説教になりますが、よろしいですかな。説教ならその辺に穴でも掘ってするがよいぞ。あんたも大変ね。将軍家を抜けてうちに来る？6は弾むわよ。まあそれがしがおりませんと、公方様は3日で日の本を乱世に変えますゆえ。怖いか？褒めておりませんぞ。ですが、御大将もこたびの策の本懐、お忘れなきようにお願いします。わかってるわよ。光を徹底的に泣かせてごめんなさいって。違います。健介さんを取り戻すんでしょ。冗談だってば。そうっす。武田を泣かすのはザクロの仕事。それも違います。まったくもう。しかし健介殿を取り戻すとはいえ、果たしてこれが最良の一手とお考えなのですか、ミク殿は。いろいろと考えてることもあるけど、説明するのが面倒なのよね。面倒って大将が言ってはならないセリフの一つですよ、それ。じゃああれよあれ、メンツ。これで十分でしょ。ただでさえ日の本が大変だというのに、メンツで戦を起こしてよいとでも。世の中のいさかいの原因なんてどれもくだらないものよ。メンツとか死にたくないとか。くだらないことに命を懸けると。くだらないことだからかけるのよ。もらおう。2通あるわね。こっちは公方様宛てですって。葵が世に用などなかろうに。越後におる間も使い一つよこさなんだぞ。何が書いてあるんすか？ただの令状よ。遠回りで大変でしたが無事に三河に着きました。ありがとうですって。飛騨を通れなかったのは私のせいじゃないっての。ムカつく。この前越中を完全制圧できてれば、飛騨の姉小路は絶対に越後に尻尾振ってたっすよね。越中が取れなかったのも、飛騨が武田に尻尾振ったのも、全部あのバカ姉のせいよ。まあ帰ってよいならさっさと返せと思っていたのでしょうし、嫌味の一つも言いたいところだったのでは。それだって元をたどれば春日山で騒ぎ起こしたバカ姉のせいじゃない。知らないわよ。そっちは？ふむ、なかなか面白いぞ。読んでみるか？またあいつ何度も手紙よこしてきて。豆ね。こっちに来るんだあいつ。前の時はそんなこと言ってなかったけど。あれも気まぐれゆえにな。どうやら川中島で戦う理由が一つ増えたみたいね。むしろそれに乗る気で手紙をしたためたのであろう。詳しくは書いておらんが、今回の件は良い目くらましになるであろうって。なら全力でやっていいっすか？全力じゃないでしょ。しかし松平衆が無事に三河に着いたとなると、小夜叉殿は立派にお役目を果たされたのですな。じゃあ越後から加賀に渡ってまた越前を抜けてきたってのか？すげえな。大したことじゃねえよ。大したことだよ。だって越前って報告じゃもう隅々まで鬼が出てきてるって。
近江もこっちの手伝いができないくらいの激戦地だって聞いたよ。でも加賀から美濃に戻るなら越前よりも飛騨を通った方が良かったんじゃないのか？あっちはまだ鬼が少ないって。飛騨は武田についてんだよ。あいつら何考えてるかわかんねえから下手にちょっかいかけるわけにいかねえだろうが。カイニャ健介もいいんだしょ。そっか。でもだからって越前か。近江までならいいけど越前は怖いよね。僕は別に怖くなんかないぞ。怖いのはワンコだけだろ。いや私だって怖くないよ。さっきのは言葉のあやってだけだし、小夜叉みたいに見たやつ全部ぶっ殺すとかみたいなもんだよ。俺は越前じゃ葵の姉ちゃんと逃げ回ってばっかだったぞ。10匹ぐらいの雑魚の群れならいくらでもぶっ殺したけど強いやつらとはやってねえよ。逃げたの？小夜叉が？なんか文句あんのか？いや、ないけど。でも森一家が。うっせえな。俺だってちっと気にしてんだよ。それ以上ガタガタ言いやがると。そうだ、小夜叉の判断は最善のものだ。貴様らもよく見習え。美月様で、よりにもよって小夜叉を見習えって。よくぞ自重したな、小夜叉。松平衆を守りながらの越前越え、見事であった。おそらくは東湖のやつも草場の陰で喜んでおるだろうよ。バーカ、あの母がんな卑小な玉かよ。墓の前で手合わせた時も笑われた気しかしなかったっつの。そうだな。だが次の戦は容赦などいらんぞ。東大の森一家ここにありと鬼どもに見せつけてやれ。大名だ。この屈辱万倍でもまだ足りねえ。商売にして返してやら。ねえねえ麦穂様。何？小夜叉ちゃんなんか変わりました？そうね。本当なら見つけた鬼は全て倒したかったでしょうに。東子さんや健介殿のことがあって随分成長したみたいね。おーおーおー。アヤナと兵の割り振りを見ていたんです。兵の取り回しの仕方が三河と全然違うです。とっても勉強になるです。その質問は難しいですよ、健介様。国が違えば軍の編成の仕方から身体の仕方まで何もかもが違うと言って過言ではありませんから。どの国も軍の動きに関しては機密扱いですからね。漏れれば陣太鼓の音一つで
体をどう動かすつもりかさえ気づかれてしまいますからね。それであれば問題ないでしょう。健介隊はあまり参考にはなりませんからね。もっと言っちゃえば変なのです。いろんなことができるからあやなは楽しいですよ。鉄砲よりも槍の出番がもっとあるともっと嬉しいですけど。あやな。あやなにお任せなのです。それにしてもすごい数ですね。そんなたくさんの軍勢久しぶりに見るです。ですがそれに匹敵する兵を一国で集められるというのは脅威としか言いようがありませんね。健介様？ここから北上し、東山道をたどれば美濃まで戻れます。戻りたいですか？はい。今は噂だけで十分かと。はい。今はまだ。どういうことですか？好みではありませんが、私たちでもお命じいただければ早馬を走らせるくらい。健介様。はい。海津の一件を聞いたときに、私は今までのことを振り返ってみました。越前を守るために奇襲をかけた。それはわかる。健介様の持つ刀が鬼を呼び寄せる。それもわかる。しかし、おたての乱に鬼が乱入した意図がわからなかったのです。それも健介様の刀に鬼が呼び寄せられたからなのでは？そう。普通ならばそう考えるでしょう。でもそれならばどうして春日山城を攻略する時には仕掛けてこなかったのでしょう。そしてなぜおたての乱では丘を巡る攻防戦には現れず決戦の時には現れたのでしょう。私はその点が引っかかるのですよ。確かにそれは気になりますね。春日山城攻略の時、健介様の役回りは裏方でした。おたての時もそうでしたが、決戦の場にはいましたからね。確かに引っかかる。鬼を操り日の本を混乱に陥れる、または乱世を起こして鬼を刺激し天下を取る、それが目的なのかとも思っていたのですが、おたてしかり先の海津しかり、健介様が戦場に立っているその時しか鬼は現れていないように思える。ですが篠、おたてでの西の丘攻防戦では鬼は出ていません。健介様が戦場に立っているにもかかわらずです。ええ。ですが、そうですね。仮説でしかありませんが、西の丘の攻防戦の時に鬼を差し向ければ、ともすれば、健介様を殺してしまうから、というのは。決戦では健介様の近くには常に誰かがいる。西の丘攻防では少数の兵しかいなかった。
シノの仮説はありえますね。では鬼は健介様の何を狙っているのでしょう。やはり刀でしょうか。いえ、それならば先ほど言った通り、平次でも健介様を狙うよう動くでしょう。鬼は健介様が戦場に立ち、しかも周囲に仲間が数多くいる時にしか現れていないとするならば、その可能性が高いと私は睨んでおります。それにもう一つ、クオン様のそばにいる方に私は疑念を抱いています。いえ、疑念というよりも不思議に感じているという方がより正確かもしれませんが。エーリカさんですね。はい、ルイス・エーリカ・フロイス、またの名を明智十兵衛光秀ですが、そのようなことが本当にあるのでしょうか。私はなぜかその点について無邪気に信じることができないのです。考えれば考えるほど何か違うと感じてしまう。かの人はなんだか健介様に似てる、そんな感じがするですね。まさしく。健介様、どうかされましたか？人間50年。下天の内を比ぶれば、夢幻のごとくなり、ひとたび賞を受け、滅せぬもののあるべきか。お疲れ様、クオン。オッケー。久しぶりに見たわ。初森は田楽狭間以来かしら。そうだったか。ええ。そうか。なら、あいつは見たことがないのか。見せたら惚れ直すかもよ。別にそんなことはないだろう。あるわよ。私が惚れ直すくらいだもの。それにクオン、あの時に比べて嬉しそうだった。だからそんなことはないと。我はいつもと変わらん。はいはい、強がらなくてもいいわよ。あなたの顔にやけちゃってるから。ほんと、私が嫁いできた時にはこんなクオンが見られるなんて思わなかったわね。どうしたの？顔をそんなにペタペタ触って。いや、だな。ユイナ、我はニヤついているのか？気持ち悪くないか？変と思われてしまわんか？大丈夫よ。あいつだってクオンに会えば絶対にやつくんだから。あいつのにやけ顔は気持ち悪いだろう。我までそんな顔をしているのか？そう言いながらも嫌じゃないんでしょ？それは、まあ、見慣れればそう悪いものでも。もう、クオン！どうしたのだ、ユイナ。いきなり抱きついてなど来て。可愛くなったなって。
そんなことはないぞ。おや、お邪魔でしたかな？白百合か。どうした？いえ、夫婦の愛を確かめ合っている場に踏み込むのも野暮ですゆえ、お下がりいたしましょうか？オッケー。なんだ？もう。機内の鬼の封じ込め、完了いたし申した。これにてしばらくは後輩の憂いなく動けるかと。ならば憂いは貴様だけか。さよう。まあ裏切るとすれば、すべての鬼を根切りにしてからでしょうがな。今はあまりに益がない。ようやく夫を迎えに出向けるな。貴様もそれか。そういうのではない。別に恥ずかしがることなどあるまい。惚れた男を迎えに行くなど、まさに女としての誉れ。堂々としておればよいのだ。そうよね。ほら、もっと嬉しそうにしてていいんだってば。夫婦で似たような顔をしておる。いいのよ、私は。私だってあいつの嫁なんだから。文句あるの？まさか。ただ女として少々羨ましくはありますがな。だったらいいじゃない。もう言われておるわ。クオンも同じ顔してるんだからね。それと封じ込めの舞台から一点愚心があり申した。なんだ？こちらは全力で後を追いますゆえ、先行していても構いませぬとのよし。分かってくれてるじゃない、みんな。余計な気を回しおって。近江からも同じ内容の愚心が来ておりますぞ。一もか。さてさて、小田三郎殿、忠義の将の気遣いを踏みにじるや、好いた男をひたすらに追うや、返答やいかに。うるさい。貝を吹け。出陣する。承知。健介を迎えに行くぞ、ゆいな。ええ。ご本城様、長尾、武田の両勢力、川中島へと出陣したようです。あらそう、ようやくね。両者とも日の本有数の戦校舎。どのような決着となるのやら。決着？今回の川中島合戦は決着をつけるためにするものじゃないわよ。え？それはどういう？まあ意地の張り合いでしょうね。はあ。で、西はどんな感じだった？それが正直あまり良くないですっていうか、あんまり近づきたくないっていうか。動き出したってことね。はい、一応興国寺の兵には連絡を回しましたけど。上出来よ姫の偉い。そんなの当然ですし。さて、事態は動き始めたとなれば、北条が進むべき道は一つね。北条も参戦ですね。何を言ってるの？西と北両方の防備を固めて関東にこもるのよ。こもるのですか？そう、次の時流を待つためにね。おぼろ、韮山に向かいなさい。駿府に備えよと。ええ、後から私も追いかけるわ。よい。姫野は引き続き情報を集めてちょうだい。了解です。お願いね。さて、越後甲信駿府が動き出し、呼応するように中央も動き出した。最後に吉野がどう動くのか、それを観察していれば、この狂った歴史の結末もおのずと見えてくるでしょう。さあ、頑張って私を楽しませてよ。すべての起点となった少年、新田健介ちゃん。